今日は黒糖きなこの栗蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は黒糖きなこ栗蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回は栗の季節ということで、栗を使った簡単な蒸しパンを作っていきます。こちらの蒸しパンはホットケーキミックスを使って作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、きなこ、栗の甘露煮、牛乳、黒糖、卵、サラダ油、こちらの材料で作っていきます。今回甘めに黒糖を入れていきます。こちらはフレークタイプとか、あとは粉末タイプがあるんですが、粉末タイプの方が扱いやすいと思います。こちらの甘露煮はスーパーとかで売ってるものを使用していきます。そして今回は8号サイズのカップを使っていきます。こちらね、100円ショップに売っているカップになります。紙カップだけだと生地を入れた時にビヨーンと広がってしまいますので、こういった同じぐらいの大きさのシリコンカップなどを用意してください。そしてこの中にこんな感じではめ込んでおきます。こちらは生地を作る前に必ず用意しておいてください。それでは早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まず最初にですね、こちら栗の甘露煮を切っていきます。こちらの大きさはね、適当に切ってください。1個だいたい2等分か4等分ぐらいにしていただくといいかなと思います。こんな感じです。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、栗の甘露煮はこのように切っておいてください。では続いて生地を作っていきます。まずこちらの黒糖を溶かしたいと思います。今回私が使うのが少しね、フレークタイプになってるものです。こういった塊もあるので、一度こちらを溶かしたいと思います。これをボウルに入れます。そしてこちら使う牛乳ですね。これをだいたい大さじ1杯ほど入れます。そして少しずつね、なじませて溶かしていきます。これを泡立て器などを使って溶かします。結構黒糖は溶けづらかったりするので、もし溶けにくい時は一度温めていただくといいかなと思います。固形タイプの黒糖を使う時は細かく砕いてからこのように溶かしてください。まだね、ちょっとつぶつぶがあるので、こちら一度加熱します。電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、今20秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。そしてこのようにすりつぶしながらよく混ぜてください。はい、 OK です。ほとんどね、黒糖の塊がなくなるまでしっかりと混ぜてください。そうしましたらここに残りの牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。で、この時に黒糖の粒が気になる時は牛乳を全部入れてからもう一度加熱してみてください。こちらも少しね、まだ残ってるので一度加熱したいと思います。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜます。はい、 OK です。それでは続いてこちらに卵を割り入れます。そしてよく混ぜましょう。はい。で、よく混ざったらここにサラダ油を加えます。こちらのサラダ油を加えていただくと蒸しパンがとてもしっとりとした仕上がりになります。で、これでよく混ぜます。はい、 OK です。そしたら続いて粉類を入れていきます。まずね、きな粉から入れます。で、材料はね、加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。ではこれをよく混ぜます。ダマができないようにしっかりと混ぜてください。よく混ざったら続いてホットケーキミックスを加えます。こちらもですね、振るわずに入れちゃって OK です。これもダマができないようにしっかりと混ぜていきます。はい、 OK です。このようにしっかりと混ぜてください。生地の硬さはこのぐらいですね。タラタラタラーっとつながって下に落ちるぐらいです。このぐらいの硬さになります。そうしましたらこちらに栗の甘露煮を入れていきます。こちらトッピングにも使うのでだいたい3分の2ぐらい入れてください。このぐらいは残しておきます。そしてよく混ぜましょう。はい、生地の準備はこれで OK です。それでは型に入れていきます。入れる時はこのようなスプーンを使っていただくといいかなと思います。だいたい8分目ぐらいまで入れましょう。それでは入れていきます。
はい、OK です。このぐらいまで生地を入れてください。それでは残りも同じように型に生地を入れていきます。はい、型に入れました。今回は8号サイズのカップに入れて8個分になります。それでは残しておいたこちらの栗を上にトッピングしていきます。はい、このようにトッピングしてください。それではフライパンで蒸していきます。まずフライパンの底から1センチほどの水を注ぎ入れてください。そしたら一度こちらを沸騰させます。沸騰したら一度火を止めます。火を止めると湯気が上がってくるのでやけどしないように注意してください。それではここに型を並べていきます。この時もね、やけどしないようにしてください。はい、このように並べます。そしたらここに蓋をします。そして火にかけましょう。火加減は弱火です。このまま弱火で10分蒸していきます。はい、10分経ちました。そしたら火を止めます。開けます。じゃじゃーん。はい、こんな感じでふっくらと美味しそうに仕上がりました。で、このように仕上がったら一度竹串で刺します。そしてこのように生の生地がついてこなければ OK です。この時に生の生地がついてくる場合は追加で2分ほど蒸してみてください。では取り出します。熱いのでね、やけどしないように注意してください。はい、で取り出したらこちらのシリコンカップを取り外します。はい、OK です。この紙のカップの周りが少しね濡れてるので一度このまま乾かします。はい、これで黒糖きなこの栗蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにふっくらと美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。すっごくしっとりしててとても美味しいです。黒糖の甘みがあるのでとても味わい深い仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の黒糖きなこ栗蒸しパンのポイントです。まず黒糖なんですが、今回はフレークタイプの黒糖を使ってます。こちらはですね、フレークタイプでもいいんですけれども、粉タイプのサラッとしたものの方が溶けやすくなるので、これから購入する方はそういったものを買っていただくといいかなと思います。そして今回みたいにですね、私が使ったようなフレークタイプを使う時は少量の牛乳を入れていただいて、その後泡立て器ですり混ぜるんですけれども、それだけだと完全に溶けないので一度軽く電子レンジで温めてください。そうすると溶けやすくなります。で、ある程度溶けたら残りの牛乳を加えて、そしてその後も黒糖が少し残ってる時は追加で加熱してみてください。そしてですね、その後材料を加えていくんですが、材料を加えたらその都度よく混ぜてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そして生地を混ぜたら切っておいた栗の甘露煮を加えてよく混ぜてください。この時に全部混ぜずに3分の1ほど残しておいて、あとはトッピングで使うと仕上がりも綺麗になります。そしてその後ですね、今回はフライパンで蒸しました。フライパンで蒸す時はまずお水を張っていただいて、そしてやけどしないように容器を並べて、その後弱火で10分蒸してください。そして蒸し終わったら竹串で刺して生の生地がついてこなければ OK です。で、この時に生の生地がついてくる場合は追加で2分ほど加熱してみてください。そしてこの蒸しパンの甘さなんですが、お好みで調整していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は黒糖きなこ栗蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。